おいおい、久しぶりだな。四半世紀経っても相変わらずのブスだな。相変わらずなのは彼も同じに見えた。腐りきった醜い内面が外見にも現れている。ねっとりと絡むような目つきがたまらなく不快だった。通院か？中卒貧乏のブスに効く薬なんてどの病院にも置いてないぞ。口の悪さも変わっていない。言い返そうとした私のそばに若い看護師が駆け寄ってきた。慌てた様子の彼女の言葉を聞いて、元夫がポカンと口を開けた。私の名前は友香、54歳。人生を振り返ると、辛かった思い出ばかりよみがえってくる。とりわけ、24歳で結婚した最初の夫と離婚するまでは辛かった。早くに父を亡くしたことや、母が病気がちだったことなんて問題じゃない。中卒で働かなければ生活できなかったことだって私は何とも思っていない。夫の浩二と過ごした6年間、私の辛い記憶はあの6年間に集約されている。中学校を卒業した私は地元の企業に就職した。機械部品の加工を請け負うアットホームな会社で、社員は20名ほど。職場の同僚はみんな親切で、私のことを真面目でいい子だと重宝してくれた。浩二と知り合ったのは23歳になったばかりの頃。引き合わせてくれたのは会社を経営している父方の叔父だった。知り合いが甥っ子の結婚相手を探している。友か、会ってみないか？当時の私には交際相手はいなかった。正直に言うと、自分に彼氏ができるとは思っていなかった。容姿にコンプレックスがあったし、生まれや育ちに引け目もあったからだ。だけど、浩二は私がネガティブなことを言っても明るく笑い飛ばしてくれた。友か、気にしすぎだよ。見た目や過去がどうだって言うんだ。彼の朗らかさに惹かれて交際を始め、1年ほど経ってから籍を入れた。自分で言うのもなんだけれど、私は尽くすタイプ。いつも夫のことを第一に考えた。先に帰ってお風呂と食事の用意をする。お酒が飲みたいと言われれば買ってくる。家庭に入ってほしいと言われて9年間勤めた会社も辞めた。思えば実に従順だった。その従順さが良くなかったのかもしれない。夫は次第に愚劣な本性を表し始めた。おい、誰が魚なんて食べたいって言った？肉を出せよ、肉を。ごめんなさい。でも昨日もお肉だったし、栄養のバランスが。バランスなんてどうでもいいんだよ。俺が食いたいものを出せ、このブス。亭主関白で横暴で、口が悪くてすぐに手が出る。それが浩二の本来の姿。彼は初対面の時からずっと猫をかぶっていたらしい。叔父からの紹介で仕方なく私と結婚したというのが本当のところだったようだ。一度その本性をあらわにすると、浩二はもう以前の朗らかな彼には戻らなかった。彼は何かというと、私のことを中卒貧乏の底辺ブスと罵るようになった。浩二は家では私のことをおいとかブスとか呼んだ。おい飯よこせ、ブス風呂沸かせ、おいブス
ビール買ってこい。当然、離婚を考えた。でも、おじの顔を潰すことになると思うと言い出せなかった。家の中を支配しているのは浩二。私はいつだって彼の許可を得る必要があった。浩二の許しを得ずに行動したのがバレると、正当な理由があっても必ず叱られた。おいブス、勝手に外に出て買い物しただろ。誰がそんなこと許可した？ごめんなさい。でもお醤油が切れていて料理ができなくて。そんなもんちゃんと定期的にストック買うとかなんとかしとけ。もちろん彼は家事なんて何一つ自分ではしない。料理も掃除も洗濯も専業主婦の私がして当然と思っている様子だった。生活費は毎月一定額が与えられる。その中でやりくりするのが私の役目。私の小遣いはない。事前の申請がないと生理用品すら買わせてもらえなかった。生き方はお前みたいな女バカにされて当然だろうが。世の中ってのはな、女が家事をして当たり前なんだよ。女はどいつもこいつも男より劣ってるんだ。家にこもってせっせと亭主のために働くのが当たり前なんだよ。浩二の考え方は前時代的もいいところ。もしこれが現在でうっかり SNS で発信したら非難を浴びるに違いなかった。私のことを徹底的に見下し、馬鹿にしてはばからない浩二。彼を見返したくて、私は密かに高卒の資格を取るための勉強を始めた。ある日、私は知人から思いがけない連絡を受けた。浩二が若い女性と腕を組んで街を歩いていたらしい。浮気に違いないと感じたので、念のために写真も撮ったという。送られてきたものを見てみると、確かに彼は私の知らない女と腕を組んでいた。親戚の中にこんな女性はいない。取引先の相手と腕を組むこともまずないだろう。確実に浮気だ。本人に確かめると、浩二は開き直って、だからと首をかしげた。俺が他の女と腕を組んで街を歩いていたらどうだって言うんだ。どうもこうもないでしょ。自分が何をしているか分かってる？生産性ゼロでムカつくだけの中卒貧乏ブスから商社勤務の美人に乗り換えることのどこが悪いって言うんだ。ゆり子はお前なんかの100倍いい女だよ。俺に従順だし、男を立てることを知っている。誰かさんとは大違いだ。私は慰謝料を請求されても仕方ないっていうことを言いたいの。はっ、腕組んで歩いてる程度の写真で慰謝料をよこせ。これだから中卒は。こんなもんが証拠になるかよ。なんなら裁判で戦ってもいいぜ。貧乏なお前が費用を支払えるならの話だけどね。勝ち誇ったように笑う浩二のことが憎らしくて仕方なかった。そんなやりとりから数週間後、彼はとうとう私に離婚届を突きつけてきた。浮気相手の彼女へのプロポーズが成功して結婚してもらえることになったという。俺はゆり子と再婚する。飯竹女、お前は用なしだ。あらそう。次はそのゆり子さんを飯竹女にするわけ。お前は本当にバカだな。ゆり子には立派な学歴がある。
お前なんかと違って、俺と対等に話せる女だよ。そんな相手を飯竹女なんかにするわけないだろ。こうして浩二と私の6年に及ぶ夫婦生活は終わった。本当に悲しいことや辛いことだらけの最悪な年月だったと思う。30歳にして独身に戻った私には、もはや失うものは何一つなかった。愛する母はもういない。貯金もほとんど残っていないし、仕事だってない。さてどうしようかと考えた私は、おじに事情を話して援助を求めることにした。浩二がろくでもない男だったことを伝えると、おじは大いに残念がってくれた。そんな男だったとは知らなかった。智子、悪いことしたな。というか、そんなことならもっと早く言ってくれればよかったのに、どうして我慢した？おじさんの顔を潰すのは申し訳ないと思ったから。そうか。気を使わせて重ね重ねすまんな。とりあえずこっちに来ないか。部屋なら余ってる。腰を落ち着けて、それから身の振り方を考えればいい。お前が来ればうちのかみさんも喜ぶ。な、そうしろ。おじさんに甘えておけ。私はおじの行為に甘えることにした。向こうがぜひそうしろというのだから遠慮はいらない。浩二との6年間が私を以前よりも強くずぶとくしていた。私はおじとよく相談して、貧しさゆえに得られなかったものを取り戻す努力を始めた。それからあっという間に25年の月日が過ぎた。現在、私は54歳。もうすっかりいいおばさんだ。思いがけず浩二と再会したのは、ある夏の午後のことだった。市民病院の一角で出くわした私たちは、お互いその場に立ち止まった。おいおい、久しぶりだな。四半世紀経っても相変わらずのブスだね。相変わらずなのは浩二も同じに見えた。歪んだ口元、醜い笑みは腐った内面の表れだ。ねっとりと絡む視線が不快すぎて、私は思わず顔をしかめた。通院か。中卒貧乏のブスに効く薬なんてどこの病院にも置いてないぞ。やっぱり相変わらずだ。口の悪さは今も健在。私が言い返そうとした時だった。若い看護師が駆け寄ってきた。先生、事故で重体の急患です。と彼女。私はすぐに行くと答えた。浩二がポカンと口を開けている。首をかしげた。なんて間の抜けた表情だろう。先生って、どういうことだよ。私、医者になったの。はあ？おじから援助を受けながら、31歳で高卒の資格を取って、医学部に進学したわけ。そこから6年で基礎と臨床を学んで、医師免許を取得できたのが40歳の時よ。医師として働き始めて、今年で14年。我ながら、本当によく頑張ってきたものだと思う。浩二は、こちらの変わりように驚いて、言葉もない様子だった。ともあれ、今は患者のもとに向かわなければならない。きびすを返した。背中に浩二の視線を感じながら、私は患者が待つ処置室へ向かった。四半世紀ぶりの出会いから数日後のことだった。私はまた市民病院の中で浩二に呼び止められた。場所は病棟同士をつなぐ連絡通路の途中。彼は
緩和ケア病棟から来たようだった。おふくろが今ここに入院してる。末期でな。そう、お母さんが。今や私たちの立場はまるっきり逆転していた。浩二は例の再婚相手に裏切られ、すべてを失ったらしい。騙されて抱えた借金と母親の治療費で家計は火の車だという。言われてみれば彼の姿はどこからどう見てもみすぼらしいものだった。とても幸せそうには見えない。哀れっぽくて惨めで貧しさにくたびれている。なあ、友か。俺たちやり直しはできないから。ついこの間もあれだけ私をバカにしたくせによくそんなことが言えたわね。あれは悪かったと思ってる。俺何も知らなくて。私が医者になったと分かっていたら中卒貧乏のブスなんて言わなかった？あなたって本当に救いようがないわね。土下座して頼まれたって再婚なんて願い下げよ。それに今は私も再婚してるの。夫も医者だと言い添えると浩二はがっくりと肩を落とした。私との間に埋めようもないほどの隔たりを感じて絶望した様子だった。何も言えなくなった彼に向かって私はどうしても伝えたかったことを伝えた。離婚してくれてありがとう。おかげさまで飯炊き女のまま一生を得ずに済んだわ。あなたもせいぜい頑張って。人生どうなるかわからないものよ。返事はなかった。しょんぼりとうつむいてその場から去っていく浩二。落ちるところまで落ちたとでも言わんばかりの失望感漂う哀れな背中だった。彼に伝えた言葉に嘘はない。今の私があるのは半分は浩二のおかげだと思う。いつか彼を見返してやりたい。辛い時、そんな強い思いが私を支えてくれたから。私はこれからも自分なりの全力で職務に臨みたいと思っている。医者になれたのは周囲の支えがあったから。そのことを忘れずに、いつまでも謙虚な心で頑張り続けたい。